ちは、あゆかです。今回はなんと MacBook Pro と iPhone を購入しました。イエーイ。こちらにね、開封動画載せておこうと思います。私がね、買おうと思った時は MacBook Air の M3 出てなかったのでこれを買ったんですけど、今だとねちょっと違うの買うかもしれないんですけど、私は他のね予算を考えてもうちょっと上の買いたかったんですけど、今回はこのやつを選んだって感じになります。前ね、この後ろにあるスピーカーと音色比較してるんですけど、その低音とかもしっかり出るモデルなので、音もめちゃめちゃいいなっていう風に思います。このね画面もすごく綺麗なので、画像の編集をする方とかもすごくいいと思います。私は音楽制作、そして映像編集をするし、ちょっとだけプログラミングもするっていうところで、それなりのスペックがあった方がいいなって思ってたんですが、今まですごく昔の iMac 使ってたので、どれくらいのものが私に必要なのかっていうのがちょっとわからなかったので、とりあえず試しにっていうところで使ってみました。で、使ってみたところ、プログラミングのためのマルチパスっていうのを一回内蔵した時に、これが勝手に起動してしまうと、動画編集のプレミアですとかフォトショーが開いてる時にメモリがいっぱいになってますっていう警告が出たりしたんですけど、そのマルチパスをもう使わなかったんで消したら全然そういうのはなくなりましたし、動画を書き出す時が唯一熱くなったりとか、ちょっと動作が重くなってしまうっていうことが起きますが、例えばショート動画の書き出しは全然もうピューって終わっちゃいますし、なんかあまり高画質なものもやっぱり熱くなりますが、そんなに画質にこだわらなければもう速攻で書き出してくれますよっていう感じです。で、なんで16インチを選んだかというところなんですけど、16インチを選んだのはやっぱり音楽とか、あと動画を編集する時にいっぱいいろんなセクションが出てくるので、やっぱり大きいに越したことないなって思ったので、16インチを買ってみようと思いました。でも私は外付けモニター使ってないですし、これでねを置いて使用しているので、やっぱ16でもちっちゃいぐらい、私は外出先でいろいろ作業したい人なんですよ。なのですごく満足してます。で、さっきでそんな作業しないよっていう人だったら別にこんな必要ないし、外付けモニターお家で使ってる方には全然ここまで必要ないと思います。ただ16インチが不人気な理由はこの重さなんですよね。持ち運ぶ時は、これが私のカメラカバンなんですけど、エルランスさんのカメラカバンを使っているんですが、ここに入れまして、よいしょ、こんな感じで使っています。そうすると重いんですけど、リュックなんででも持ち運べないこともないかなっていう感じで持ち運んでます。そしてこちらも購入しました。これも私は使ってたんですね。なのでもうこっちになってめちゃめちゃ使いやすくなりました。長く使い続けるよりも、そんなに値崩れしないうちに買い替えていくっていうのがお仕事で必要のある人は大事かなって思いました。こっちはちょっとやっぱ分厚いしでかいので手には収まらないかなとは思うんですけど、パソコンあるけどなんか手軽にこっちで動画見ちゃう、アニメ見たり映画見たりしちゃうので、これより大きいとちょっと大変だと思うんですけど、これだったら使えるかなっていう感じです。ドラムのやつはまだカメラ届いてなかったので iPhone で撮ってるんですけど、Z8 に比べたら綺麗さはちょっとあれですけど、やっぱり音質もすごいいいし、広角でいろいろ撮れるのでめっちゃ便利だなって思います。はい。で、リユースに出すためにも綺麗に使っていきたいなと思っていろいろ付属品を購入しました。今回はこのカバーもね買いました。ただ16インチはこういうところがちょっとカバーできないタイプが多くていろいろ探したんですけど、ここはカバーされてるけどここはカバーされてないみたいな
でこちらのメーカーもここに載せておきます。私はマットタイプをね選んで買ったんですよ。めっちゃ良くないですかこれ。おしゃれな人はケースとかも使わないでサラで使いますみたいな感じだと思うんですけど、そんな中古で売れないの嫌だって思ったので、私はこういうマットタイプのねやつ使ってめっちゃ良くないですか。 Mac の良さも消さないで使えるのでめっちゃいいかなと思います。ここのねこのキーボード、これペラペラもこれも付属してついてくるのでめっちゃいいです。お値段以上って感じ。そしてこちらも買いました。このケース可愛くないですか。このなみなみってなってて、なんかここはねちょっとトンボみたいな、ちょっと私的にはちょっと怖いんですけどガンみたいなイメージで作られてるみたいなんだけど、なんか黒だから汚れ知らずだしめっちゃいいかなと思って買いました。あとこう横から見えなくするっていうシートで、なんかここにマグネットがついているタイプになります。正直これはちょっとね緩やかにしかカバーしてくれないので、でも取り外しができるし、なんか簡易的なのでめっちゃ助かってます。はい、あと外部ストレージも購入しました。これはサンディスクのこちら1テラを購入しました。手動でこっちを同じものをバックアップするみたいな形で使っていますが、もともと購入していた音色をこっちの外部デバイスに入れたらもうそれでいっぱいいっぱいになっちゃって、今簡易的に MacBook の本体とこの1個を使ってバックアップしてるので、もうそろそろ休む時を狙ってまた買っていきたいなって思います。今のところ壊れたりはしてないんですが、やっぱり1テラだと今のニコンさんでが動画を撮った時にもうすぐ容量なくなっちゃうので、皆さんお金にね余裕がある時は1テラ以上のものをおすすめします。で次はこちら外部ストレージ用の入れ物なんですけど、こんな感じで入れて、そしてこっちにはケーブルを入れるみたいな形になってます。頑張れば2つこんな感じで入れます。そしてもう一つこちら、動画とかを作るときはやっぱマウスがないとむずいなって思って、すごいねプロ用のマウスを私は使ってなくて、普通に Mac のマウスを使っているんですが、こんなマジックマウスっていうのかな、ちょっとね気持ちちっちゃいなって感じなんですけど、こんな感じで入れます。でここの表面がこう割れちゃったりとかするらしかったりとか、あとマウスのよくありがちなこのカチカチっていうのがならなくなっちゃう可能性があるらしいので、こんな感じで1500円ぐらいで Amazon で購入しました。そしてこちらも購入しました。これはサテツさんのUSB-C ハブになります。結構いろいろついていて、ここにね CC、HDMI、ここは入力するところ、ここはこちら USB-A が2個と、こちらに SD と、こういうミニ SD と、こちら RAM もついてるんでめっちゃねいろいろ使えることができます。スリムな見た目で可愛いし、ここに短いのとこんな感じで長いの両方ともついてるんですね。ポテチさんのちっちゃいやつはもうここがつながっちゃってコードがダメになったらもうそれが全部ダメになるみたいな感じだったので、私はそれが大丈夫なようにこことここが独立したものを買ってみました。一応サテチさんはアップルでも売ってたりするので結構互換性がいいって言われてるのでめっちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、昔のね iMac を使ってた身としては全部新しいものがいいっていう派ではないんですけど、大事に使っていても結局周りの周辺のソフトウェアが使えなくなってしまって、もう無駄な時間をたくさん過ごしちゃったんですね。なのでもうめちゃめちゃいいものじゃなくてもなんか低スペックでもその都度新しいものに変えていく、そして古いものはちゃんと中古に出したりリユースに出して資源を活用していくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思いました。またねもうちょっと使ってみたり新しいのが出た時に、どうしていくか報告していきたいなと思います。いっぱいね使って写真も動画もそして音楽もいい作品を作っていきたいなというふうに思います。
はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございます。私は新しい視点を届けられるアーティストになるために頑張っています。そして来年の6月にはワンマンライブと写真展を同時に開催することを目標にしています。そこで無料のメンバーシップのマイディアというものを始めました。こちら登録していただくと8曲のオリジナル曲の音源とライブ映像をプレゼントしています。限定の Vlog やライブ配信、そしてワンオンワンのオンラインミーティングなどもしております。ぜひ登録して一緒に活動を盛り上げてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。Thank you for watching. Bye!